はい、今日は岐阜県郡上市八幡町郡上八幡にやってまいりました。ここから西に伸びるのはメインストリートの新町通り、南に伸びるこちらは橋本町、東に伸びるこちらは左京町、そして北に進むと宮ヶ瀬橋を経て本町へと続いています。ではまず新町通りから歩いてみることにしましょう。ここ郡上八幡は岐阜県中央部の山あいに位置する城下町。町の中央を流れる吉田川を境に北町と南町に分かれています。今歩いている新町通りは南町エリアのメインストリート。かつての郡上街道にあたり、歴史を感じさせる町屋が軒を連ねています。そしてこの郡上八幡の町は度重なる火災の教訓から町中に水路が張り巡らされています。あちこちから聞こえてくる水の音が心地いいですね。あ、鯉がいます。水路から水を引き込んだこの場所はエイ箱と呼ばれているそうです。ではここからちょっと路地に入ってみましょう。こちらは谷中水の小道。郡上八幡を代表する人気スポットの一つです。足元に敷き詰められた玉石は八幡という地名にちなんで、なんと8万個も使われているそうです。かつてこの奥の日吉町あたりには浦田と呼ばれる遊郭があり、この路地はそこに通じる抜け道だったとも伝えられています。正面には心の森ミュージアム誘導館、水野正夫氏の作品を展示する美術館です。そしてこの奥の一帯は稲荷町。こちらが1丁目で、1、2、3丁目と3本の通りが並行しています。振り返ったところには谷中稲荷神社。谷中水の小道という名前はこのお稲荷さんに由来していたんですね。なんとも趣のある一角です。右手の料理店も味わい深い佇まいですが、ずいぶん前に閉店されたようです。こちらの通りが稲荷町の2丁目。地図で見るとわかるように、この辺りは縦長の長方形のちょっと独特な区画になっています。奥に見えるのは玄林さん。クラフトビールで有名なお店です。そしてこちらが稲荷町3丁目の通り。メインの通りから一歩入っただけなのに、とても静かで風情があります。私のお気に入りの場所の一つです。ではこちら稲荷町2丁目の通りを南に進んでみることにしましょう。クリーニング屋さんやスナックがあります。昔はこの辺りも多くのお店で賑わっていたのでしょうか。この稲荷町は江戸時代の初期には藩の屋敷が置かれ、その後の青山氏の時代には足軽屋敷が並んでいたそうです。全部で58個の屋敷があったと伝えられています。
共同の井戸がありますね。かつてはここで賑やかな井戸端会議が繰り広げられていたのかもしれません。今歩いてきた稲荷町2丁目の通りを振り返ります。では、ここを右に曲がって今度は西に進むことにしましょう。こちらは上日吉町。最初に歩いた新町通りの裏を並行する第2のメインストリートといった存在です。こちらの町屋も素敵ですね。現在は木のりという一棟貸しのお宿として活用されているようです。観光地化されすぎていない地元の方々の暮らしが垣間見える風景もまた魅力的です。こんなところにスナックもあります。右手には名物とちのみせんべいの野田県製菓舗さん。そしてここから右に入った通りは大阪町。大阪から移り住んだ人々が暮らしていたことに由来すると伝えられています。では引き続き西に進みます。表通りだけでなくこうした裏通りにも古い町並みが面的に広がっていて、さすが奥美濃の小京都と呼ばれるのも納得ですね。そしてこの辺りから下日吉町となります。左手の魚安さんは人気のうなぎのお店でしたが、昨年惜しまれつつ閉店されたようです。時代の流れとはいえ、地元で長年親しまれた名店が姿を消すのは寂しいものですね。さあ、下日吉町の通りはまだまだ続きます。この辺りまで来るとさらに落ち着いた雰囲気になりますが、私はこの雰囲気が好きで、郡上八幡に来るたびについあてもなく歩き回ってしまいます。スナック長良川さん。地元らしいネーミングが素敵ですね。長良川の清流を思わせる鮮やかな水色が目を引きます。こちらは中川ベーカリーさん。どこか懐かしい佇まいのパン屋さんです。では、この辺りで引き返すことにしましょう。こちらの路地にもスナックが点在しています。かつてはこの奥に八幡劇場という映画館もあったようです。では、ここを左に折れて北に進んでみましょう。こちらの通りも下日吉町の一部です。こんなところにも小さなブティックがありますね。昔ながらの個人店が今も残っているのを見ると嬉しくなります。さあ、こちらの路地にもスナックや居酒屋が集まっています。
こういう歴史ある街の歓楽街ってどこか独特の情緒がありますよね。先ほどの通りに戻ってきました。左手奥の立体駐車場の場所には、かつて日吉劇場という映画館があったようです。映画館が2軒もあって、飲食店も密集していて、この辺りは本当に賑やかな繁華街だったことが伺えます。こちらの路地もなんだか独特の雰囲気です。こちらのいすずさんは小料理屋さんでしょうか。もう閉店して久しいようです。先ほどの話に出てきた浦田という遊郭はどうやらこの辺りにあったのではないかという気がします。突き当たりのパチンコ屋さんも今は営業していませんが、こんな路地の奥でも商売が成り立っていたということは、それだけ人通りの多い街だったんでしょうね。あ、右手のキッチンなおさん、25年ほど前の中学生の頃に来たことがあります。今も現役のようで嬉しくなりました。また改めて訪ねてみたいですね。右手の魚虎さんも人気のうなぎのお店。1930年創業の老舗です。さあ、新町通りのアーチが見えてきました。このアーチ、夜はこんな風に光るんです。こちらのおしゃれな建物は雑貨骨董のアンさん。レトロな城下町の風景によく馴染んでいますが、今日はお休みのようですね。そしてお向かいの喫茶吉野家さんもまた渋くて素敵です。ショーケースに並んだパフェが美味しそうです。さあ、ではここからちょっと西に進んでみましょう。こちらは今町。新町通りから続く商店街です。右手の正村米国店さんは明治時代の創業当時から残る建物が登録有形文化財。丸型ポストも古い街並みに溶け込んでいます。伝統的な景観と昭和レトロな空気が調和していて、しかも商店街としての活気も保っていて、この辺りも大好きな場所です。このまま進むと栄町、新栄町、城南町を経て国道156号や郡上八幡駅の方に続いています。一直線に伸びる長い商店街です。さあ、この十字路を過ぎると栄町となりますが、もともとの郡上街道はここで直角に左に折れて増形と呼ばれるクランク状のカーブになっていました。この奥はその名も上増形町です。ただそれでは不便だということで、大正時代以降にこちらのまっすぐ伸びる道路が作られました。ここから1キロほど進むと郡上八幡駅。2017年に改装されて開業当時のレトロモダンな姿が再現されました。さらに美しい車窓を眺めながら地元のグルメやスイーツが楽しめる観光列車ながらも大人気です。
では再び今町を東に戻ることにしましょう。ところで郡上八幡といえば何といっても郡上踊りが有名ですよね。毎年7月から9月にかけて延べ32夜にわたって開催され、中でも8月中旬の徹夜踊りには全国から大勢の踊り手が集まります。先ほどのスタート地点の交差点にも櫓が組まれて、街全体が踊り一色に包まれます。江戸時代から身分を問わず誰もが参加できる祭りとして受け継がれ、国の重要無形民族文化財、そしてユネスコ無形文化遺産にも登録されています。まさにこの町の誇りです。右手には最近オープンした人気のお団子屋さんがあります。さあ、新町通りのアーチが見えてきました。では、ここから新町通りを縦断して、スタート地点の交差点まで戻ることにしましょう。この通り沿いが昔も今も郡上八幡の商業の中心地、まさにメインストリートです。左手には丸一精肉店さん。飛騨牛コロッケや地元の名物のけいちゃんが人気です。こちらの大友菓子店さんも懐かしい雰囲気で心が和みますね。どこからかカレーうどんのいい香りが漂ってきました。右手の翔太のうどんさんですね。おばあちゃんとお孫さんが仲良く切り盛りされている人気のお店です。こちらは先ほど反対側から覗いた大阪町の通り。そしてこちらの洋菓子寿さんも地元で愛される隠れた名店。土日だけの営業ですが、人気のアップルパイはすぐに売り切れてしまいます。小さな町ですが魅力的なお店がたくさんあって何度でも足を運びたくなります。こちらの岸山履物店さんは靴だけじゃなくて下駄もたくさん並んでいるのがいかにも踊りの街ならではの光景ですね。この右手は奥美の澤瀉屋民芸館。水野龍神氏の絵画や素朴な民芸品が展示されています。そしてその奥を入ったところが先ほどの谷中水の小道。さらに斎藤家住宅、越前屋、水野家住宅、直井家住宅と文化財級の貴重な家屋が立ち並んでいます。左手のハーモニーほとりさんはクレープがとても美味しいお店です。さあ、そんなわけで郡上八幡の町の西部をぐるりと一周してスタート地点の交差点まで戻ってきました。この郡上八幡の町、あまりに見どころが多すぎてとても一本の動画では紹介しきれません。今回は西部エリアを歩きましたが、次回以降は東部、そして北部と全3回に分けてお届けする予定です。このまま進むと左京町ですが、ここから先は次回の東部編でじっくりご紹介したいと思います。それでは次回もお楽しみに。
では最後に今回歩いた郡上八幡西部エリアの各町内をざっとご紹介します。新町、旧郡上街道沿いのメインストリートです。今町、新町の西に続く商店街です。栄町、今町のさらに西に続く商店街です。今子町、栄町の北吉田川沿いの裏通りです。大正町、こちらも吉田川沿いの町です。新栄町、栄町の西に続く新しい町です。城南町、郡上八幡駅があります。稲荷町、かつての足軽屋敷に由来する長屋が立ち並んでいます。大阪町、稲荷町の西に隣接する南北の通りです。上日吉町、新町の南を並行するサブ通りです。下日吉町、かつての歓楽街で飲食店が点在しています。上日の出町、古い建物が多く残る住宅街です。下日の出町、山際の静かな住宅街です。住吉町、国道256号沿いの町です。上増形町、旧郡上街道がクランク状にカーブした町です。下増形町、旧郡上街道沿いの静かな町です。五町、国道156号沿いの町です。ということで本日は岐阜県郡上八幡の西部エリアからお送りしました。最後までご覧いただきありがとうございます。皆さんチャンネル登録、高評価、そしてお気軽にコメントよろしくお願いいたします。